ランクルの魅力と欠点をユーザー目線で余すことなく紹介しますね。まず最初にタイトル回収します。早速受注状況を公式に問い合わせてみました。回答は店舗によって受注状況は違うので近くのディーラーに聞いてねってことでした。とりあえず生産は止まっていないようです。ということで試しに近隣の店舗に電話で確認してみましたが、そのお店は受注停止でした。半年に1回の生産のタイミングと合えば注文できる可能性があるから定期的に聞いてくださいってことでした。まずは近くのディーラーに電話して生産のタイミングが来るまで定期的に問い合わせるのが良さそうですね。ということで早速本題に入りますね。ランクル70が納車されてもうすぐ2年目、走行距離は35,000キロになりました。北海道から九州まで旅をして分かったランクルのいいところや悪いところ、そしてこれまでに起こった不具合、維持費についてお話しします。このランクルは年式は令和6年、型式は GDJ76 です。よくぞこの時代にレトロで活かした車を出してくれた。いいぞトヨタ。旧車復刻ブームは最高です。エンジンは 2.8 リッターのディーゼル。排ガス規制も厳しくなる一方なので、いつまでこんなでかいエンジンを作り続けられるのか心配です。迫力あるエンジンが稼働する様子は電気自動車では味えない魅力があります。調べると先祖の70は 4.2 リッター。化け物すぎる。今年発売とされている新型パジェロのエンジンにも期待です。新型70のグレードは一つしかなく AX グレードのみです。AX グレードで装備は必要十分。現代の車にしてはレトロでアナログパーツが多いですが、これはむしろ信頼性が高くてプラスポイントです。そして最低限の装備とはいえクルコンはついています。九州行くのに約10時間、1日かけて850キロ運転した時もクルコンのおかげでお茶の子さいさいでしたよ。車両価格は480万、その他諸々オプションがついて乗り出し520万ぐらいです。全メーカー値上げラッシュの中、3年前から価格が変わらないことに驚きですが、いつまでこの価格を維持してくれるのでしょうか。ちなみに先祖の70のサイエスはホロタイプで242万からだったそうですよ。いい時代だ。ランクルはお兄ちゃんと共有で所有しています。続いて良かったことです。良かったことその1、居住空間の広さです。このランクルで北海道、東北、四国、九州と日本中いろんなところへ旅に行きましたが、この車内空間あっての旅です。夏はポータブルクーラーと走行充電器を取り付けて無限電力で九州旅、冬はこたつやストーブを乗っけて極寒の東北車中泊旅をしました。1ヶ月分の荷物を積みながら長距離旅ができたのはこの広々スペースのおかげです。ホームセンターでかき集めた資材で自作のベッドキットを DIY しています。見ての通り床下の収納がとても広いので1ヶ月分の荷物を積んでも収納スペースは余るぐらいでした。床には OSB 合板を使っているので2年間使ってもへたれませんよ。その2、航続距離です。このランクルの燃料タンクは130リットルの化け物サイズなので関東から北は札幌、西は鹿児島まで無給油で行けますよ。高速の割高な燃料を入れなくても済むのは助かります。旅しない期間なら数ヶ月給油しないこともあります。その3、ネオレトロなデザインです。私は昔の車のデザインが大好きです。ランクル40やクーレイビートル、ワーゲンバスとか夢のような車はたくさんありますが、憧れはあっても素人には維持できませんよね。そんな中、昔の車の面影を残しつつ、現代の技術でオマージュしてくれるのはとても嬉しいですし、いいぞもっとやれって思います。ということでパジェロに期待。いいところその4、もりもり鬼トルク。山間部の秘境集落とか大好きなので旅先でも山道を走ることが多いんですけど、この暴力的なトルクのおかげでストレスフリー、どんな坂でもぐいぐい登ってくれます。鉄の塊なので 2.5 トンとかいう巨体ですが、重さなんて一切感じさせない走りです。その後、信頼性。私は電波の届かない山奥の僻地やエンジン止まったり死ぬような場所に行くことがあるんですけど、ランクルならどこへ行っても心配ありません。地球上で最後に走っている車はランクルだって名言があるぐらいですし、故障の不安やストレスはありませんよ。アホかってよく言われますが、せっかくの性能、持て余してはもったいないですからね。それに世界中で活躍しているランクルは日本なんて比じゃない、もっと過酷な場所で使われているわけですから、日本ならまず大丈夫。きっとどこまでも行けますよ。その6、武骨、アナログ。内装を見ればわかるんですけど、あらゆるものがアナログです。こ
の間250と比較する機会があったんですけど、個人的には高級で電子部品の多い250よりもボタンが少なくてシンプルな70の方が好みでした。アナログとはいえタイプ C2 口あるので安心してくださいね。その7、運転がめちゃくちゃ楽しい。この70は後輪が板バネなので路面の凹凸でガツンガツン揺れます。快適とは程遠いですが、それがむしろ運転の楽しさなのかもしれません。250との比較動画でも言いましたが、やっぱり運転する楽しさは70に分があります。その8、迫力あるエンジン音。ハンドル握って出発するとき、よし行くぞって気合が入ります。その9、燃料代。1回の旅で4000キロとか走ることもあるので、燃料が軽油なのは本当にありがたいです。これが早送だったらと考えると地獄です。その10、ガッツミラー見やすい。ランクルごついので、この部分とか、この部分。完全に四角なんですけど、ガッツミラーが見やすいので助かります。その11、鉄の塊。音を聞いてほしいんですけど、いかにも鉄の塊って感じで最高です。大型トラックに対しては無力かもしれませんが、その他うぞうむぞうに突っ込まれても守ってくれそうな安心感があります。その分、誰かを傷つけてしまう可能性もあるので注意が必要です。その12、窓がでかい。ランクルの窓はでかくて低いです。非常機にもなりますし、林道とかで体を乗り出して真下を確認できるので助かっています。旅先の山道ではガードレールが壊れていたりで一歩間違えれば転落するような崖もあります。こういうところほど電波がなくて JAF も言えませんからね。その13、簡単に交換できるバンパー。恥ずかしいんですけど、実はちょっと前に林道でバンパーこすってしまったんです。ランクルはバンパーが分割されていて、壊れた部分だけ交換が効くようになっているので安く済みます。次は悪いところです。その1、盗難の不安。日本で一番盗難が多いのがランクル。去年1年間の日本での自動車盗難件数が約6400台。車種を見ると1位がランクルで1177台。次いでプリウスが424台だったそうです。70の盗難報告はまだ聞きませんが、250の盗難は増えているようです。窃盗団のゴミくず野郎がのさばっているせいでセキュリティにお金がかかりますし、不安になります。車を盗まれたらその人の人生は狂ってしまうのだから、自動車窃盗の厳罰化を求めます。普通に窃盗団。その2、ランクルは盗難率が高すぎるので、車両保険に入れるところが少ないです。割高ですが、私はディーラーの紹介で加入しました。ランクルの本当に深刻な問題はこの2つだけです。次からは運転技術や愛情でカバーできる小さな問題点です。その3、車体がでかい。全幅 1850mm は街中ではそこまで不便じゃないんですけど、旅先でたまに通る狭い林道では苦労します。汚れが似合う車とはいえ、私にとっては高級車で傷もつけたくないので、こんな道を走るときは気を使いますし、場合によっては諦めて引き返します。ジムニーならスイスイ通れるのになーって道は意外と多いんです。その4、アドブルーの補充。ディーゼル車は排気ガスを浄化するためにアドブルーって薬剤を使います。消耗品なので1万キロほど走ると補充が必要になります。アドブルーが空になるとエンジンがかからなくなるので絶対に切らしてはいけません。値段は数千円とそこまで高くないのと、ガソリンスタンドでも補充してくれます。アドブルーのおかげでディーゼル車を作れるわけなので、むしろ感謝ですかね。その後、アドブルーの補充口はここにあるんですけど、鍵がかかりません。これはいたずらが怖いです。鍵をかけられるようなアイテムも販売されていました。その6、ボンネットの形状。新型の70はボンネットがこんな感じで膨らんでいます。これは安全基準に適合するためだそうですが、運転席から見ると前方の感覚がつかみにくいです。個人的には昔の70のように平べったいボンネットが好みでしたが、これも時代の変化ですね。ちなみにリアのウインカーはここ。これも安全基準の関係でこの位置になっています。これも個人的には昔の縦長の方が好きなんですけど、縦長だとバックドアを開いた時に見えなくなるので、低い位置の横デザインに変わったそうです。カスタムできるように気配りしているのか、縦型ランプの形のダミーカバーがついています。そしてしっかりと縦型ランプも販売されています。その7、前輪のブレーキダストがすごいです。洗車してもすぐ茶色くなりますよ。その8、夜は気になるエンジン音。ディーゼルエンジンのデメリットとして長く乗ると騒音がひどくなる特性があるようです。
確かに新車の頃に比べるとエンジン音が大きくなった気がします。昼間なら迫力があってかっこいい音ですが、夜は近所迷惑になるのでエンジンをかけられません。その9、ハンドアが多すぎます。密閉性が高いのか、生半可な締め方だと絶対ハンドアです。やるなら体重乗っけてパワー開閉。2年乗ってもしょっちゅうハンドアです。その10、ボンネットが重すぎる。最高にかっこいい鉄ボディですが、ボンネットはとても重いです。高さも相まって私には持ち上げきれないので、いつも脚立を積んでいます。私はふにゃふにゃ腕力なので苦労していますが、男性なら特に問題ないかと思いますよ。その11、窓がでかい。いいところにもあげましたが、夏の車内は灼熱地獄。クーラーマックスにすればなんとか冷えますが、夏は腕がヒリヒリ日焼けしてしまいます。その12、シートポジションの自由度。私は体格が小さいので、シートポジションってめっちゃ大事なんですけど、70は前後と背もたれしか調整できません。贅沢かもしれませんが、高さも調整できたらもっと運転が楽だったのにと思います。このトラックみたいなシートが武骨でかっこよかったりするんですけどね。と、ランクルの悪い点についてお話ししましたが、本当に深刻なのは盗難についてですかね。他は愛情でどうにでもなります。次にランクルの維持費です。年間1万キロ走る想定であくまでざっくり計算です。自動車税、オイル交換2回分、燃料は軽油130円で計算。車検1年あたりの金額、合計33万7400円です。プラスで任意保険や駐車場、セキュリティ、消耗品のお金がかかります。タイヤ一つとってもでかくて高価なので、今後消耗品の出費がかさみそうです。ちなみに年間2万キロ走る私の場合はこんな感じになりました。せっかく新車なので、来年の初車検はユーザー車検に挑戦してみようと思います。ここからは不具合についてお話ししますね。走行距離は現在3万5000キロです。不具合その1、バックカメラが映りません。以上です。次はどうやってランクルを買ったかお話しします。発売日にディーラーに書き込んで抽選申し込みをしました。私が申し込んだ2023年11月時点では条件が合わないと抽選できませんでした。それでも欲しかったのでオプション言いなり、支払いは残クレかリースのみ、転売契約書書くって条件飲んで申し込みました。これが問題視されたのか、去年の4月に公正取引委員会から抱き合わせ販売やめろって指導が入ったようなので、今は普通に買えると思いますよ。何はともあれ抽選に申し込んで無事1年半後に納車されたって流れですね。今はオプションや購入方法も自由に選べると思うので、70を狙っている方や今後発売されるランクル FJ を購入検討中の方の参考になれば嬉しいです。とにかく受注状況はディーラーによって全然違うようなので、最初にもお話しした通り定期的に問い合わせて確認してみましょう。未だランクルの中古相場はバグっていて、新車よりもはるかに高額です。いずれは生産が追いついて適正価格で買えるようになるといいですね。ランクルが納車されてから2年、私の旅ではジムニーの方が便利なシーンも多いですが、長距離旅では頼れる相棒です。同じオフ車でも一長一短、これからもうまく使い分けながらいろんな旅に行くので、よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。